ツナの美味しさを知るツナそうめんチャンプルーですね。ツナってこんなに旨味強いんだと改めて再認識する非常に簡単に作るそうめんチャンプルーです。うまいですね。皆さんこんにちは、今日のごちそうさまチャンネルはツナそうめんチャンプルーですね。7月に入ってそうめん使う機会も非常に多いと思うんですけど、つるっとねこの暑い時期にすするのも美味しいですが、チャンプルーも美味しいです。炒めたら美味しいです。で今日作る、そうめんチャンプルーはツナの、美味しさを知るチャンプルーですね。ツナってこんなに旨味強いんだと改めて再認識する非常に簡単に作るそうめんチャンプルーです。まずは材料ですね。そうめんが2羽、それからツナ缶1缶、キャベツ、ピーマン、塩、黒胡椒、サラダ油に削りがつおって非常にシンプルですね。だしとかなくても、ツナ缶、それから最後に削りがつおするので、それ混ぜ込んだら十分旨味がしっかりしたそうめんチャンプルーになりますからね。まずそうめんを茹でるお湯を沸かしておきます。で沸かしてる間に野菜を切りますね。まずピーマン、ザクッとな種を外して横にして5ミリぐらいの幅ですかね。で次にキャベツ。キャベツはもう手でちぎってもいいんですけどね、だいたい5センチぐらいこんな感じでいいかな。で必ずバラバラに分けとくことですね。キュッてしまった状態だとそのまま炒まっちゃって、ね、いまいち美味しくないので。こんな感じで。でさらにツナ缶。ツナ缶って油が入ってますよね。オイル漬けのやつ使ってます。水煮じゃないですよ。水じゃないやつ。オイル漬けのやつ使ってるんで油が入ってますよね。で油切ります。ここでギュッと。でこの状態で置いておく。ちょっとだけ油出ますよね。そしたらお湯沸くと思うので、まずそうめん茹でます。いきますよ。せーの。だいたい1分半ぐらいですね。ちょっと混ぜて、では時間なので火を止めて湯切りしていきます。湯切りしたら冷水にとって表面のぬめりですね。この作業非常に重要です。このべしょっとした状態で湯切りパッパッとやってボッて入れちゃうと表面ベタつくんですね。よく洗う。でぬめりが取れたらよく水気を切ってちょっと絞っちゃうぐらいです。中の水分いらない。そしたらこのそうめんにさっきの油絡めちゃいます。ツナの油。もったいない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 。ここで油を入れた。そしたらもうツナの香りがするんですよね。でかつ野菜炒めてる時間でそうめん同士がくっつくのを少し防ぎますね。この茹でた鍋そのままいきましょう。火つけて表面の水分だけさっと拭き取り、水分拭き取れてるのを確認しながら、まずサラダ油。油温まったら野菜入れていきますね。キャベツ、ピーマン両方同時で一度しっかりと野菜が油に触れてる状態を作ります。特にキャベツの芯の部分ですねが鍋肌に触れてる状態にしてあげて、で蓋して1分間ですね、このまま火かけていきます。ちょっと蒸し焼きにしていく。はい、じゃあ1分経ったので外していきます。そして野菜がちょっとね焼き目がつきつつしんなり。やっぱりねここでそうめんって柔らかいじゃないですか。で野菜シャキシャキが美味しいんですけど、キャベツとにかく強いんでこうガチッと食感ありすぎだとちょっとばらける感じになっちゃうんですよね。それがあんまりなので一度蒸し焼きにして、食感は残しつつもちょっとくたっとさせてあげるっていう感じですかね。そしたらツナで先ほど油かませたそうめん、そうめんの上にお塩で胡椒ガー混ぜる。
特にツナが全体に行き渡るように混ぜていく。で水で一回そうめん締めてるので冷たいですよね。でここでしっかりと炒めながら温めてあげる。であんまり炒めすぎてるとどんどんそうめんもたっとしてくるので、全体混ざってそうめんちょっと触ってもらってですね、熱ってなったら OK ですね。では盛り付け。まず麺をほぐしながらのせて、上に野菜をのせていく。で最後に鰹節と。はい、これで完成です。そうめんチャンプルーなので油かませたとしてもやっぱりそうめんなんでくっつきやすいですね。熱々のうちに絶対食べるべきですね。いただきます。うまいですね。ツナの旨味しっかり、簡単そうに見えて実は結構難しい料理で、その旨味をしっかり出しつつそうめんにも味を絡ませながら、野菜もやっぱり塩味がないと美味しくないじゃないですか。だからそれをなんか上手にこう全体混ぜ込むつなぎをツナがしてるんですね。でツナを入れない場合やっぱりちょっと出汁が必要です。例えばガラスープ、練りのガラスープか顆粒のガラスープが一番向いてると思うんですけど、そういうものを足さないとちょっと動物性の旨味が足りないんですよね。ツナ缶で非常に簡単にできるのでチャレンジしてみてください。ごちそうさまでした。